遺言なのにわがままを言わないの？例えば帰ったらオペラに誘ってねとか。死ぬ前にナビゲーターの声が聞きたかっただけよ。何を言うかまでは考えてなかったわ。それならいっそ死ぬ前の告白しておけば？やめてよ。みっともなさすぎるでしょ。そういう柄じゃないんだから。よく言うじゃない。悲しみもまた美しいって。その点に関しては残念だけど、私の好む美じゃないわ。雰囲気はぴったりだったのに。あんたはナビゲーターに何か言いたくないの？後悔しない？今のフルルが言いたいことは全部言っちゃった。残りは過去のフルルに任せるにゃ。そう言われると過去の自分が羨ましくなってくるわ。そういうならチャリサーお姉ちゃんの方が羨ましいかな。どこが？最後までナビゲーターと一緒にいられることが羨ましいって言ったの。彼女は私たちの誰よりもくたびれてるけどね。知ってるわ。ナビゲーターが成功すれば私たちは全く新しい未来でもう一度会うことができる。こんなわずかな時間のために争う必要なんてないでしょ。ひょっとしたらその未来ではアライタをフルルが一番会いたくない人トップ3に入れちゃうかもよ。ただの3位候補？優勝かと思ってたわ。優勝はきっとチャリサーお姉ちゃんだね。たとえどんな未来でも私とナビゲーターを奪い合うから。そんな未来も悪くないわね。そんな未来見てみたいな。だからナビゲーターに邪魔が入らないように私たちがほんの少しでも多くの時間を稼がなきゃね。まだ起きてるの？何よ、そんな目で見ちゃってさ。別に。ただチャリサーは20年経っても多分落ち着いたりしないんだろうなって。何言ってんのよ。人の将来をまるで見てきたみたいに言わないで。身長だって伸びないかもな。身長が伸びるような年齢はとっくに過ぎてるでしょ。とはいえ大人になるって全部が全部いいことばかりじゃないんだぞ。前はチャリさんは成長したみたいなことを言ってたくせに。人の考えは変わりやすいものさ。今の俺はお前がずっとこのままでいてほしい。なんでよ。今のチャリサーが一番好きだからだ。好き？やりたいことを迷わずやり通す。どんな時も前を向いて進む。そんなチャリサーが最高だと思う。そんな大げさな。それって遠回しに傲慢って言ってるの？本心だ。20年後のチャリサーも今と同じ姿でいてほしいな。あんた
なんか悪い夢でも見たの？ただ願ってる。素敵な未来を。でも私の未来を全然楽しみにしてないみたい。それよりかはフランカーが20年後にどうなってるかの方が気になるかも。っていうか、なんで20年後なのよ。20年って私たちだってそろそろ40でしょ？そうだからフランカーはどうなってるのかなって。ユリウスもだけど、彼女たちは20年でどう変わるのかな。知ることができるとしても5年後ぐらいの話で十分でしょう。彼女たちの20年後のために俺も頑張らないと。さっきからどうしたのよ。やっぱり D 型 B2 のことがショックだった？ D 型 B2 のことは俺が何とかする。なんとかって？元通りに戻すんだ。あんたやっぱりショックだったんでしょ？そんなに弱い人間じゃないさ。今の俺ならこの世の終わりだって平常心を保っていられるよ。いつまでもありえない話ばっかりしてないで、もう寝なさいよ。チャリさ、まだ何かあるの？彫像を建てるのってさ、いくらぐらい必要かな。